表向きは仲のいい家族でも本当は煩わしいと思っている。あなたもそんな気持ちに覚えはありませんか？ 1989 年8月20日、アメリカカリフォルニア州ビバリーヒルズ、自宅で妻とアイスクリームを食べながらのんびりと映画鑑賞を楽しんでいるその男性はホセ・メネンデス。彼は大手レコード会社 RCA レコードの社長。決して裕福ではない生い立ちから一転、持ち前の才能で億万長者へと上り詰めたアメリカンドリームを体現した男でした。美しい妻との間にはスポーツマンのホセの指導もあり、優秀なテニスプレーヤーとなった2人の息子が。華々しく成功したホセの人生は誰が見ても勝ち組と呼べるものでした。そう、この時までは。父さん、リビングの扉を開けてそう呼びかけたのはホセの2人の息子。なんだ、話なら後にしてくれ。映画に夢中だったホセは煩わしそうにそう答えました。しかし何気なく息子たちへ目を向けた瞬間、彼は一気に青ざめます。そう、2人の息子たちはホセにショットガンを向けていたんです。一代で成功を手にしたエリートの父に銃口を向けた息子たち。何不自由ない暮らしを約束された彼らが強行に走った理由とは。息子たちを長く苦しめたのは家族の幸せを装うための呪縛だったんです。おそす、今日もまだ仮のスタジオだよ。ケンちゃんです。こっちの方が合うかも。闇恵美子です。ここ自宅なんで僕は好きなんですけど、でもやっぱ YouTube で言うならば前のスタジオ本当に好きだったんで、次のスタジオそれ超えてえなと思ってね作ってたんですけど、全然間に合わねえわ。私が漏れるスタジオにしてね、自分ベクトルかお前。いやなんでやねん。視聴者さんがね、いかにこう楽しんでくれるかっていうところで言うと、やっぱサイバーパンクの世界観がいいよねっていうので引き続き作ってるんですけど、まあむずいんですよ、本当にね。ちょっとしばらく仮スタジオでね、お送りさせていただければと思います。本日ご紹介するのはアメリカのセレブ家庭で起こった殺人事件。何不自由のない家庭で育った息子たちが両親を殺害してしまうという非常に恐ろしい事件なんです。幸せそうに見えて裏があるみたいな闇深い事件ね、これね。まさに今回の事件はですね、家庭における闇っていうのを煮詰めたような事件でですね、息子たちが悪かったのか、彼らを育てた両親が悪かったのか、本当に難しい事件なんです。そしてこの事件が発覚した時、息子たちは両親の死を嘆き悲しんでいたそうなんですけれども、ネトラの皆さんはこの状況一体どう捉えますか？栄光の果て。1989年8月20日、アメリカカリフォルニア州ビバリーヒルズ。今日は弟とバットマンの映画を見に行ったんです。それで帰ってきたらこんなことになってて、警察に事情を説明するその青年はライル・メネンデス。彼の自宅リビングには駆けつけた警察も思わず目を背けたくなる光景が広がっていました。ショットガンを至近距離で何発も撃たれ、身元の判別もつかないほどの状態になっていたのはライルの父ホセ、そして母親のメアリー。変わり果てた両親の姿にショックを隠しきれず、怯えた様子で事情聴取を受けるライル。その隣では弟のエリックが泣き崩れていました。これ息子が犯人なんでしょ？泣く演技までしてめちゃくちゃ白々しいじゃないね。両親を殺しておいて泣く演技までできるって一体どんな関係だったらそんな非道なことできるんだっていう。犯人はマフィアを雇ったのかもしれないな。あまりにも凄惨な遺体の様子にその道のプロの仕業と睨んだ警察。殺害されたホセ・メネンデスは大手レコード会社の社長として財を成した成功者。ビジネス絡みで恨まれることも多かったのではないかと警察は考えたんです。一方で裕福な父親から何不自由ない暮らしを与えられていた息子2人は疑われることもなく、警察は彼らを取り調べようともしませんでした。どうか気を落とさないで。両親を亡くしたかわいそうな兄弟に同情の言葉を投げかける警察官。しかし両親を殺害したのは紛れもなくこの兄弟でした。まんまと警察を欺いてしまった兄弟と両親の関係性は一体どのようなものだったのか。ここがアメリカか。これから俺の新しい人生が始まる。1950年代、まだ10代だったホセ・メネンデスはキューバ革命の煽りを受け、母国キューバからアメリカへ移住。あまり裕福ではなかった彼はいとこの家の屋根裏部屋を借り、新天地での再スタートを切りました。誰も自分のことを知らない土地で一から地位を築いていく。その環境で生まれたワクワクがまだ若い彼の才能を後押ししたのかもしれません。高校時代のホセは水泳に青春を捧げ、南イリノイ大学にスポーツ推薦で進学。そして大学ではミスコンで優勝するほどの美女メアリーを射止め、卒業後間もなく結婚。屋根裏部屋から始まった彼のアメリカでの生活はみるみる華やかになっていきます。そしてホセが20代半ばを迎えたこの頃に生まれたのが長男ライル、次男エリックでした。これからは俺一人じゃない。家族のためにもっともっと頑張るんだ。ここからいくつかの会社を渡り歩き、ホセがたどり着いたのはソニーミュージックエンターテインメントの社内カンパニー RCA レコード。この会社で多くのビッグアーティストとの契約を実現したホセは40代の若さで社長に。巨万の富を手に入れ
れた彼は1986年アメリカでも屈指の高級住宅街ビバリーヒルズに邸宅を設けるまでになったんです。息子のライルとエリックもそれぞれテニスのスタープレイヤーに成長し、全米ジュニアランキングに名を連ねるほどに。スポーツで精神を培った父親の背中を見て育った2人の将来は明るく、一家には何の曇りもないように見えていたんです。ホセとその妻メアリーが銃殺されてしまう事件は、そうやって一家がビバリーヒルズへ引っ越してから3年後の話。一躍成功を手にしたホセを恨む人物や彼の財産を狙う人物がいても不思議ではありませんが、警察はなかなかその正体にたどり着けずにいました。そして事件から半年後、被害者の死をあれだけ悲しんでいた彼らを疑いたくはなかったが、これは明らかにおかしい。そう、警察が嫌疑の目を向けたのは被害者ホセの長男ライルと次男エリック。彼らは父の死から半年で遺産を1億円近く使い豪遊していたんです。半年で1億でしょ？何をしたらそんなに使い込めるわけよ。それにしたって両親が死んだ後にやるようなことでもないわよね。もう普通の感覚じゃできないっすよね。でも彼らも一切両親の呵責がなかったわけでもないんです。高級時計、高級車、洋服、投資、父ホセの残した遺産を湯水のように使い、欲しいものを次から次へと手に入れていく兄弟。そんな彼らの様子に警察が不信感を募らせていると、その答え合わせをするかのように一件の垂れ込みが入ってくるんです。情報提供者は事件後に兄弟のカウンセリングを担当した医師ジェローム・オジールと関係を持っていた女性。彼女は医師ジェロームと喧嘩をした際にカッとなり、彼が持っていたとあるカセットテープを警察に持ち込んだんです。そこに吹き込まれていた内容は、僕たちが両親を殺しました。そう、ライルとエリックら兄弟はカウンセリングの中で殺人を告白していたんです。医師ジェロームは患者を尊重し、このテープを警察に届けずにいたのですが、愛人によって思いもよらずその内容が明るみに出されたんです。さらに捜査が進められると、兄弟が友人の身分証明書を使い、事件の数日前に凶器のショットガンを購入していたことも発覚。こうして長男ライル、次男エリックはそれぞれ逮捕されることに。警察の追及を受けると、彼らは抵抗することもなく観念した様子で罪を認めます。医師に罪を告白する際や警察が逮捕に駆けつけた際の兄弟の様子から、彼らが両親の死を悲しんでいたことは演技ではなく本心であると分かりました。それにもかかわらず父親の遺産で豪遊するという矛盾した行動をとっていた兄弟。そうした彼らの態度は単なる兄弟の暴走ではないこの事件の闇を物語っていました。悲しんでたのも本当だし、遺産で豪遊してたってのも本当ってなると、もう兄弟が何考えてるかわけわかんなくなってきちゃった私。今回の犯行に深く関わってくるのは、親族間の殺人の原因となる家族特有の呪縛なんです。そしてこの呪縛を抱えた家族っていうのは珍しくないんです。というわけで本日のメトラーキーワード、親族間の殺人について。警察庁のデータによると、2015年以降の日本の殺人事件の認知件数は800件から900件を推移しており、1300件以上を記録していた2000年前後から大幅に減少。対して親族間の殺人はこの30年ほどで400件から500件と変わっておらず、近年の傾向としてはむしろ増えているほど。その原因は意外にも家族はいいものと考える人間特有のバイアスにあるというんです。家族間のコミュニケーションは幸せホルモンオキシトシンの分泌を促すため、人は無意識に家族はいいものと認識する傾向にあります。一方で家族をいいものと考えるバイアスは、家族なのだから我慢しなければと知らず知らずにストレスになっていることも。こうした家族の呪縛によるストレスが事件につながるケースも多いとされているんです。家族だからこその呪縛っていうのは確かにあるかもしれない。それがいい方に働くこともあるんですけれど、悪い方に働くことももちろんあるんですよ。両親を殺害した息子たちも家族の呪縛に苛まれていたのでしょうか。裁判で彼らは今まで誰にも言えなかった家族の闇を明かすんです。隠され続けた闇。両親を殺害した罪で逮捕された2人の息子ライルとエリック。誰もが羨むセレブ一家に起きた凄惨な家族間殺人に多くの国民が関心を寄せる中、2人の裁判が幕を開けました。被告人は被害者と遺産相続でトラブルを起こし犯行に及んだ。違いますか？検察は両親の死後、兄弟が遺産で豪遊していた事実から犯行動機を遺産目的と睨み追及します。しかしライルとエリックから返ってきたのは予想だにしない言葉でした。僕ら兄弟は父さんにやられると思ったから殺した正当防衛です。どういうことだってさ、ここまで見る限りはお父さんのホセってかなり人格者じゃない？成功をしっかり真面目に収めて、息子を殺そうという動機とかどこから出てくるのって感じがするわよ。でもこの後の話を聞いたら、ホセが人格者だなんてイメージはもう崩れ去るんですよ。本性を隠してるわけ。父ホセが息子2人を殺そうとした話が事実であれば、論点になるのはホセに何の動機があったかということ。この点について長男ライルは続けてこう話しました。父さんは僕たちが秘密をばらすことを恐れたんです。それは父さんが僕たちに肉体関係を強要していたこと。それは長男ライルがまだ8歳の頃、
おいライル、今日のプレーは一体なんだ。その日、テニスの試合に負けてしまったライルのことを父ホセは鬼の形相で睨んでいた。そう、若い頃から貪欲に努力を重ねてきたホセは自分だけではなく家族にも厳しい人間だった。息子のライルがテニスでまずいプレーをすれば叱責を受けるのは日常茶飯事。ただ、お前にはお仕置きが必要だな。父のその言葉を聞いた途端、幼いライルは一層表情をこわばらせる。そして次の瞬間、父ホセが口にした言葉は息子に対するものとしてはあまりにも異様だった。父さんと一緒にトイレに来い。長男のライルは6歳から8歳まで2年にわたって父ホセから肉体関係を強要されていました。ただ以降は父のそうした行為もなくなったため、辛い記憶に蓋をして自分の気持ちをごまかしてきたといいます。ライルのその振る舞いもきっと家族なのだから我慢しなければという呪縛によるものだったのでしょう。しかしそれから十数年後の1989年8月、長男ライルは弟のエリックからとんでもない事実を打ち明けられるんです。そんな、父さんはいつからお前にそんなことを。6歳くらいの頃から今までずっと。そう、父ホセがライルに手を出さなくなったのは弟のエリックに標的が移っただけのこと。エリックは長男ライルの知らないところで十数年もの間父親から体を求められ続けたというんです。弟エリックの話を聞いた長男ライルは幼い頃のトラウマを蘇らせ、同時に弟が同じ屈辱を受けていたことに激しく憤りました。そしてその日のうちに父ホセに苦言を呈しに行くんです。父さん、もう限界だ。僕はあなたがやってきたことを全部公にするよ。すると父ホセから返ってきたのは次の言葉でした。何を生意気なことを。俺が本気を出せばお前なんていつでも消せるんだからな。目的達成のためなら手段を選ばない貪欲され、億万長者になるまでのし上がってきた父ホセ。息子ライルはそんな父に二言がないことを嫌というほどに分かっていました。こうなったらやられる前にやるしかない。父親のやってきたことを公にするってとこまでは賛同できるんだけど、当事者ではないからこういうこと言うのはあれだけど、まっとうな方法で公にしてほしかったところよね、これは。同情しちゃいますけど、殺人って手段に出た時点で報われることないっすからね。こうして父ホセを殺めてしまったライルとエリック。母メアリーにまで手を下したのは父親の暴挙を知りながら黙認していた彼女も同罪とみなしてのことでした。犯行は父の脅しを受けての苦渋の決断であり、事件当時の兄弟が悲しみに暮れていたこともまた事実。遺産で合流していたのは罪の意識に押しつぶされそうな気を紛らわしたい一心の行動だったのではないでしょうか。裁判ではライルやエリックのいとこ、友人らも父ホセの振る舞いについて証言。幼い頃、ライルは父親が寝室に来るから一人で寝るのが怖いと言っていました。父親がライルやエリックの寝室にいる間はそばに近づかないよう彼らの母親からきつく言われていました。父ホセが息子たちに強要していた行為の凶悪さから、弁護人も2人には十分に情状酌量の余地があると訴えたんです。しかし結局そうした証言だけでは証拠不十分とされ、兄弟の訴えが判決に影響を及ぼすことはありませんでした。こうして事件から7年後の1996年7月、ライルとエリックの兄弟にはそれぞれ仮釈放なしの終身刑が言い渡されることに。何より兄弟が傷ついたのは裁判中の2人の言い分がただの言い訳に過ぎないと言われてしまったこと。心の殺人とも呼ばれる犯罪で被害者が受けるダメージや回復に要する時間は計り知れません。しかし裁判が行われていた当時の価値観としては、多くの人が彼らが感じていた恐怖や絶望を理解できなかったんです。今で言うとパワハラとかっていうキーワードとかあるけどさ、そういうのみたいに今と昔じゃちょっと世の中の価値観が全然違っててね、見え方変わってるみたいなことはよくあるわね。殺人っていうところに関してはね、きちんと罰せられるべきではあると思うんですけれど、被害を告白したのにそれをちゃんと取り上げてもらえないっていうのは本当悲しむべき事態だったんですよ。こうして終わりを迎えたかに思えたこの事件なんですけれども、数十年を超えて再び注目を集めることになるんです。こうして終身刑を言い渡されたライルとエリック。ただ彼らは自分たちの運命を悲観してばかりではありませんでした。被害に苦しんできた自分たちだからこそできることがあるはずだと、兄弟は刑務所内で被害者救済の活動に尽力するんです。被害に遭った受刑者の相談に応じたり、自助グループを立ち上げたり、自分たちと同じ苦しみを味わった人たちの救いになればと、2人は精力的な働きかけをします。そんな兄弟の姿を見てか、2023年5月、彼らに的暴行を働いた父ホセに関して世間の新たな動きがありました。かつて中南米やアメリカで人気を誇ったアイドルグループメヌードの元メンバーロイ・ロセロがホセに肉体関係を強要された過去を告発。そう、なんと父ホセの被害者は息子たちだけではなかったんです。メヌードはホセが社長を務めていた RCA レコードに所属していたグループ。そして被害者のロセロは13歳当時、デビューと引き換えにホセから関係を迫られたといいます。その後ロセロはメンバーとして活躍するようになってもホセから体を求められ続けたというんです。この話はもう最近のね、日本の某男性アイドル事務所の事件とも重なる部分が大いにあるわね。ほぼ一緒だよね。今まで業界ではタブーとされてきたことではあるんですけど、最初海外のメディアが取り上げた
ことがきっかけで、日本でもマスメディア含めてやっと声を上げ始めたんでね、ほんといい方向に向かうといいなと思いつつ、この事件もだから容姿のいい若者を集めて、彼らがデビューするのに対して何かこう身体的な搾取を行うって構造がほんと一緒でね、トップとか含めて良識ある人が組織作ってったりとか、今回ね、もうちょっと狭い範囲の話ですけど、この家族もそうですけど、全世界で起こり得る恐ろしい話なんじゃないかなと僕は思うんですよ、本当に。元アイドルロセロの告発を受け、ライルとエリックの弁護人は改めて彼らの減刑を求める嘆願書を提出。近年のアメリカは当時と価値観が大きく変わっており、一度決まった彼らの量刑が覆される可能性もゼロではありません。被害を受けた女性が身を守るために殺人を起こし、保護観察処分という軽い刑で済んだ例も実際にあるんです。ただ、ライルとエリックの目的は減刑というよりも、こうした主張を繰り返すことで、被害に対する世の中のイメージを少しでも変えていくことにあったんです。父の犠牲者がもう一人いたことを知るのは悲しいです。父が行ってきたことがいつか明らかになることを信じ、願ってきましたが、このような形は望んでいません。兄弟の言動からは、被害者の心の傷を心の底から案じる意志が感じられます。被害を受けても多くの被害者はその事実を心の中に留めてしまいがち。ましてや家族という逃げようのない世界で行われているならなおさらのこと。ライルとエリックの兄弟は殺人の罪を悔い改め、そして苦しんでいる人たちが少しでも声を上げやすいように今なお必死で働きかけているんです。